日は貸ししてくれて本当にありがとうございました。いや、こちらこそ。最初の質問としては、なんか多分ノンクリスチャンの視点から見ると、なんかクリスチャンってなんかいろんなルールがあるとか、そういう印象が多分強いかもしれないけど、そういうことを悩んでるノンクリスチャンの方になんかどう答えますか？なんか例えばクリスチャンになったらなんか酔っ払っちゃダメとか、なんか結婚する前になんかセックスも禁止だし、なんかそういうことに対してなんかどう思いますか？まあそれを一番最初に話したら、やだよっていう人もいるかもしれないけど、僕もさっき最後らへんにちょっと言ったんだけど、神様クリスチャンになるために何かしなきゃいけないっていうのじゃなくて、神様を受け入れることによって自分が変わっていく、でクリスチャンになるとその欲が変わっていくと思うんだよね。なるほど。前までは例えば、セックスとか飲んだりとかしないと楽しくない、しないとなんていうの、喜びがない、楽しくないって思ってたかもしれないけど、生きた神様と出会って、自分の人生に目的があるっていうことが分かると、そのしたいことが変わってくると思うんだよね。なるほど。だから確かに、英語では appetite appetite 通訳ここに書いてが変わってくるって思うんだよね。自分が求めていることが変わってくる、ね、そう、だから自然とそういうところも変わってくると思うし、でも聖書がなんていうの、ただこれダメこれダメっていうただ書いてるわけじゃなくて、何か目的があると思うんだよね。なんかルールのためにルールを作ってるわけじゃなくて、それに知恵がある。例えば、飲むことだったらやっぱり、誰でも分かると思うけど、飲みすぎたら危ないし、確かに自分じゃなくなっちゃうし、普通しないことしたりとかもある。だから別にルールのためにルールを作ってるわけじゃなくて、そこに知恵もあるし、セックスもそうだし、聖書はセックスは本当にただの肉体関係だけの話じゃなくて、もう霊的に交わったり、感情的にも交わるから、世の中の人は経験が必要だって言うけど、データではそもそも離婚率って 50% なんだけど、アメリカで。すごい。結婚2回目した人の離婚率って一気に 70% ぐらいになるのね。なるほど。で3回目結婚すると離婚率が80ぐらいになるんだけど、すごいね。何が言いたいかっていうと、経験というものはそこまで大切じゃない。なるほど。大切なのは知恵、経験より知恵。じゃあジョシュアが言いたいのは、ある意味なんか神様がこういうルールはなんか私たちのなんか喜びを壊すためではなく、私たちを守るためにそういうことを与えられた、で優れた人生を生きるようにそういうことをなんかされたという感じですね。そうだね。なるほど。なんかストーリーの中でなんかそのフットサルのなんか試合に選ばれてなかったとか、そういう話があったんじゃないですか、その証で。でもしかしたらなんか選ばれたとしたら今なんかクリスチャンだと思う？いい質問だねここまで熱くないかもしれない。ここまで情熱を持ってイエス様を愛してるかって言われたらわからない、でもこの試練を通して神様が自分に愛を示してくれたから、試練がなかったら気づくことがなかったかもしれない、からすごく感謝している。なるほど。だからなんか神様を信じたら人生が全て良くなるとか、って言ってるわけじゃなくて、神様は時に試練を通ることを許される。それは真理に気づくためでもあるし、神様の愛を示すためにそういう辛いことも通ることを許されるから、この、インタビューを通してまだクリスチャンじゃない人に伝えたいのは、別にクリスチャンになるからといって全ての人生が良くなるわけじゃなくて、でも希望が与えられるし、
知恵が与えられるし平安が与えられるし、もちろん試練だったり辛いことはあるけど、その中でも乗り越える希望が神様にあって与えられるっていう。なるほどね。なんか多分このインタビュー見てる人もの中でなんかノンクリスチャンもいるかもしれないので、なんかもしかしたらじゃあどうやってなんかイエス様が本当の神様だっていうなんか証明ができる？いやそのことに関してはまあいろんな方法があると思うんだけど、まあ手っ取り早いのはもう生きた本物の神様との体験があること、それがもう一回ボンってあれば、もうなんかなんていうの、もう何も言えないじゃん。なんか、まあ確かに、はい、もう体験しちゃったら、そう自分の体験だからなんか否定できない、けどまあそういう人もそういう体験したことない人もいるかもしれないけど、と同時に理論的に深く考えてみてほしいんだよね。なんか、まあ、僕の勝手な印象だと自分の日本にいる友達、なんかあんまり人生の意味とかこの世界がどうやって作られたとかあんま深く考えてないような気がするんだよね。でもよく考えてみたらこれ神様いないとおかしくないってなると思うんだよね。まあなんか4つ質問聞いてほしいものがあって、まず1つは真理っていうものは存在するか。いいね。でなんか今最近のカルチャーだったら、まあ、自分の真理だ、その人の真理だってあるよね。言って、なんかすごくもうナンセンスなこと言ってるかもしれないけど真理ってやっぱりあるから、もしも真理がないって言うとしたら、じゃあその今言ったことは真理なんですか？真理はまあありますよね。じゃあ2番目の質問は神は存在するか？この世界はもうすんごくよくできてるじゃない。でも今の科学者でも無神論学者でもこの世界は始まりがあったっていうことはもう認めてるんだよね。つまりこの世界を作った何かは物質がなくて時間にとらわれてなくて、つまり何かこの見えてる世界の上に何かがあるっていうことにたどり着くと思う。で3つ目の質問は、奇跡は今でも起こるのかっていう話。もしもこの世界が本当に神様によって作られたんだったら、まあ、創世記1章の一節には初めに神が天と地を創造されたって書いてあるけど、もしもそれが本当に唯一の神様によって創造されたんだったら、聖書で起こった全ての奇跡があり得ることになるじゃない。確かに。この地球を作った人がいるんだったら何でもその地球の中でできるじゃん。だからこの世界を創造したっていうこと、もう一つにすごい奇跡はイエス様が死からよみがえったっていうことだけど、まあ、僕たちが信仰はそこじゃん。イエス様がよみがえったっていうことがある、信じてるからじゃん。それで今最後ごめん長くなって4番目だけど、まあそのイエス・キリストが生きた時の記録を記してるのが新約聖書だけど、この新約聖書は4人の人物によって書かれたけど、この書物は信憑性があるか、信頼できるかっていう、でもこの聖書のなんかいろんな自分たちが学校で学ぶ歴史とかも、誰かが書き記したから知ってるわけで、聖書も一緒で、新約聖書はもう歴史としてもすごく信頼できる書物だから、書いてあることは信頼できると思う。最後の質問って言ったけど、もう一つ、これは最後、なんか日本のクリスチャンの中でなんか、まあ、人口的には 1% しかないじゃない。1%以下ね。そう、1% 以下。そう以下だから、じゃあどうやってなんかその、まあ、結婚であったりそのなんか理想の相手を見つかるかどうか、まあ、今はなんか婚約してるしだからもう皆さんなんかその日本人クリスチャンになんかアドバイスがある、ラブアドバイスがある。まあ神様は忠実な方だから、
聖書にはまず第一に神の御国を求めなさい、そうすればこれらのもの全て与えられるってイエス様が言った言葉なんだけども、僕はそれをすごく大切にしてて、もちろん結婚したいっていう思いはずっとあったし、けど今神様が僕に与えているミッションは何なのかっていうのをよく考えて、神様の声聞いてそれを全うする、全力で神様に従うことによって神様は素晴らしい相手を用意してくださるっていうことを信じてたから、ただ、相手くださいって言って突っ立って待ってるんじゃなくてそれやるんだったら UberEats すればいいからでも UberEats するわけじゃないから確かやることはやるけど、でも同時に神様はいつも大優先に生きてたら、神様はきっと相手を与えてくださると思うから。なるほど。じゃあどうやってなんかその今、婚約してる方と出会った？それはそれこそ、若者の集会であったんだけど、じゃでしょ？そうだけど別に見つけるために行ってないからそうその時自分賛美リードを頼まれたんだけど、だからそれもさ、神様から頼まれたことをただやってたわけじゃん。でその時にポンっていたから、なんか神様に従うことによってその道のりにいると思うんだよね。なるほど。だからもちろん、ね、やることやるって言ったけど、なんかこの場面でやることは何だった？ジョシュアのこの場面でやることはまず第一に賛美リードをすることだよね。なるほど。神様に頼まれたから、でそこに素敵な子がいて、でこれは自分のために神様が備えてくださった子なのかなって思ったから、ちょっとなんていうの、まずグループの設定でその子と遊んでちょっと見て様子見て、そしていいね、デートに誘ったりとかしたけど、そのプロセスもやっぱさっきも言ってたけど経験より知恵が大切だから、なんていうんだろう、もしも神様が今のシーズンはもう恋愛っていうかはもうあんまり考えないでとりあえずこれにフォーカスしなさいって神様言ってたらもうそれやるべきだし、じゃあジョシュアからのアプローチだった？そうだね、スムーズ。だからもうピンって来た時は行くけどでもそうじゃない限り、だって彼女と出会う前に、何人かね、この子いい子かなと思ったことあったけど、神様とコミュニケーション取ってる中で違うっていうのがあったから、そういうのはあるよね。速やかに離れてったというか、あんまりなんていうの、責任の取れないこととか言わずに、なんかもうはっきり言っちゃうとさ、相手もその気になっちゃうから、確かなんか慎重にっていうのは意識してたけど。なるほど。